どうも、新田和と申します。このチャンネルではゲーム等の配信、プラモデルの改造、塗装動画をアップロードしています。本日は機動戦士ガンダム水星の魔女よりハイグレードダリルバルデを作っていきます。まずダリルバルデのキットを見ていきましょう。合わせ目など事前に処理すべき部分はほぼなし、素晴らしい出来です。各部の延長など大幅なプロポーション回収などもやらなくて大丈夫なはず。ちょっとディティールアップするだけでいい感じに仕上がってくれると思います。今回は光沢感増し増しに全塗装して作っていきます。では正面処理、表面処理から始めていきましょう。今回からはガンプライマーさんの製品を試しに導入してみました。スポンジヤスリサンドループフレックスの600番でヤスリがけを行っていきます。程よいスポンジ感があって曲面にしっかり追従してくれます。目詰まりもしにくく使い勝手は抜群ですね。今回の制作では切削力は全く落ちませんでした。非常に長く使えるスポンジヤスリのようです。仕上がりとしては600番だなーって感じです。しかし削り始めなどに深い傷が入ることもなかったので精度が高い印象を受けました。堅実に仕事をこなしてくれます。次はバランサーグレイを使って表面を整えていきます。このスポンジヤスリは2000番相当なんですが、なんと600番から直接2000番まで飛べるそうです。正直マジかよって感じなんですが、とりあえず使ってみようと思います。使い心地としてはしっかりヤスリが当たっており、600番の傷を消してくれているように思います。ただ分厚い上に両面にヤスリがついているので、細かい部分のヤスリがけには向いてなさそうです。横に切って使うこともできますが、その場合はスポンジのタッチが変わってしまいます。次はバランサーホワイトを使って光沢を出していきます。こちらは片面がヤスリ、もう片面がシャイナーとなっています。ウェーブのヤスリスティックフィニッシュみたいな感じの製品ですね。使い心地はヤスリスティックよりも柔らかく、曲面への追従性が高いと感じました。仕上がりも問題ないように思います。しかしバランサーグレイと同様に分厚いので細かい場所に不向き、加えてシャイナーとスポンジを接着する糊がパーツについてしまうことがありました。すぐ取れるし、あとは残らないんですが、若干ストレスに感じますね。一通りガンプライマーの製品でヤスリがけをしたパーツを見ていきましょう。素晴らしい光沢です。引きなどもしっかりと消えているので問題ないように思います。入手性と価格はいまいちですが、3ステップで光沢塗装の下地が整うのは非常に楽ですね。今後も使えそうな製品です。次は足の裏などの肉抜きを埋めていきます。肉抜きにランナーの切れ端を詰め込んで、その上からシアノン DW を流し込んでいきます。この時若干溢れるかなくらいの量を流し込むのがポイントです。流し込んだ接着剤は硬化促進剤ですぐに固めてしまいましょう。気泡などができる可能性はあるものの、エポキシパテを使うよりもかなり早く作業を進めることができます。固まった瞬間接着剤をヤスリで削っていきます。このヤスリもガンプライマーのサンドループフラットという製品なのですが、めちゃくちゃ長持ちです。今回の制作で面出しなども含めて使用していたのですが、切削力が全く落ちませんでした。肉抜きの処理が終わりました。ランナーが入っているので見た目が微妙な感じですが、問題なしです。今思うとベビーパウダーなどを加えておけば削りやすくなったのかもしれません。次回は試してみようと思います。次はメタルパーツを入れるための穴を開けていきます。膝パーツの4つある穴の部分を加工します。ドリルを使って穴を開ける際は小さい系のものから使っていきます。私は 0.5mm から始めて 1mm、1.5mm という感じで 0.5mm 間隔で穴を開けることが多いです。マスキングテープをドリルにつけることで穴が深くならないようにします。こうすることでメタルパーツの頭が穴から少しだけ出るように調整することができます。試しにメタルパーツをはめてみましょう。ちょうどよくはまっていますね。穴のサイズに問題はなさそうです。次は肩のシールドのバルカンっぽくなっている部分を加工していきます。こちらにも穴を開けて大きめのメタルパーツをつけていこうと思います。やらかしてしまいました。穴の大きさ、角度、深さ全てをミスってしまったので穴を埋めていきます。
全ての穴を一度埋めてから再度やり直す感じです。シアノン DW を穴の裏側から入れて、まずは穴を塞いでしまいます。こうすることで表から接着剤を入れても裏から漏れてくることがありません。接着剤はすぐに硬化促進剤で固めてしまいます。裏側を接着剤で固めたら、今度は表から接着剤を流し込んでいきます。こちらも流し込んだらすぐに硬化促進剤で固めてしまいましょう。こんな感じで固まったらヤスリをかけて整えていきます。面が滑らかになるまでひたすらにヤスリをかけ続けましょう。ヤスリがけが終わったパーツはこんな感じです。200番のヤスリから作業をしていったので、結構ヤスリの跡が残ってしまっています。塗装すれば消える程度だとは思いますが、少し不安ですね。バックパックについているビット兼前腕のジョイントをなくしてしまいました。探すのは面倒なので、いっそのことプラバンとプラ棒でジョイントを作っていこうと思います。まずは腕のパーツにフィットする大きさにプラバンを切り出していきます。今回は筋彫り銅の RP カッターを使用しています。簡単かつ正確にカットできるのが嬉しいですね。カットしたパーツの中心に 3mm の穴を開けていきます。穴の中心は油性ペンで印をつけています。タミヤの外径 5mm 内径 3mm のプラ棒をカットしていきます。こちらはジョイントの内側を構成するパーツになります。プラ板とプラ棒の穴を合わせて接着したらジョイントの完成です。これをビット兼前腕に組み込んでいきます。こんな感じでパーツに挟み込むことでジョイントを固定します。微妙に動いてしまうので、後で接着剤でくっつけてしまおうと思います。ジョイントの接着まで完了した腕パーツがこちらです。大した手間ではなかったので、両側とも対応してしまいました。我ながらいい感じにケアできたと思います。実際にバックパックにセットしてみました。特に問題はなさそうです。むしろ少しボリューム感が出たような気がします。いろいろありましたが、塗装に入っていきましょう。今回もサーフェイサーを使わずに塗装していきます。まずは全てのパーツにガイアノーツの EX ブラックを塗装します。この時点からツヤを出すことを意識しつつ2回塗り重ねていきます。次はクリアレッドの下地としてクレオスのトパーズゴールドを塗装します。クリアカラーの下地にパール塗料を使うと陰影が強調されて独特の深みを得ることができます。またゴールド系を下地にしたキャンディーレッドは華やかな発色になってくれます。再びのアクシデント発生です。塗料に割れが発生してしまいました。 EX ブラックが乾ききっていなかったのか、それとも熱く盛りすぎてしまったのか、いずれにしてもやり直しです。薄め液を入れたジップロックにパーツを投入して揉み洗いしていきます。これでパーツはきれいに元通りです。ただしここでプロユースシンナーなど強力な溶剤を使ってはいけません。パーツにダメージを与え、最悪プラスチックが溶けてしまいます。再度塗装を行ったら次の工程に移っていきましょう。ガイアノーツのクリアレッドを塗装していきます。今回はちょっと濃いめ、重厚感があふれるキャンディーレッドを目指します。いい感じの濃さになるまで一気に拭いていきます。クリアは少しずつがセオリーなのですが、面倒なので一気にやってしまっています。いい色になったら塗装完了です。次は白い部分を塗装していきます。 EX ブラックの上からクレオスのダイヤモンドシルバーを塗装していきます。ダイヤモンドシルバーは非常に美しい粒子の塗料です。今回はこのシルバーを下地にしたキャンディーホワイトを作っていきます。しかしパーツが小さいとピントがブレブレですね。申し訳ございません。クリアホワイトをダイヤモンドシルバーの上に塗装していきます。今回のキャンディーホワイトは青みがかった白寄りのグレーって感じでしょうか。独特な色合いになっています。真っ白は光沢塗装だと目立ちすぎるので、これくらいの色の方が全体に馴染んでくれます。次はフレームや胴体などの黒い部分を塗装します。今回はガイアノーツのスターブライトアイアンを使用しています。鈍くて重厚感のある色合いが全体を引き締めてくれる、とてもかっこいい塗料です。こちらは粒子感を程よく出しつつ塗装していきます。次はシェルユニットを塗装していきます。まずはユニットの周囲をマスキングして EX ホワイトを拭いていきます。
こちらは次に塗る蛍光グリーンの下地になります。すごい見にくいのですが、エヴァグリーンを塗装していきます。こちらは蛍光色のグリーンなのですが、程よい色合いみたいだったので使ってみました。発色がいまいちなので複数回塗り重ねていきます。発光パターンをマスキングしたら、その上から EX ブラックを塗装していきます。この塗装が終わったらマスキングを剥がしてシェルユニットは完成です。いよいよドキドキのマスキング剥がしタイムです。マスキング塗装は苦手なので不安でしたが、なんとか塗装できているようです。微妙にはみ出している部分を見つけたので修正していきます。紙安の4000番を使ってシェルユニットの塗装だけを削ぎ落としてしまいましょう。この他にもマスキングの隙間から塗料が入った部分などがあったので修正しています。デカールの貼り付けを行っていきます。デカールを貼る前に表面を平らにするため EX クリアを2層拭いています。表面の微妙な凹凸は可能な限りなくしておくことでデカールの失敗を予防することができます。今回利用するのは MIK デザインの明日のデカール。透明部分を剥がせるすごいやつです。シルバリングやデカールの段差消しを考える必要がないので最高ですね。思うがままに好きなところに貼っていきましょう。改めて自分のデカール貼りを動画で見るとすごい苦戦してますね。ちょっと修正しようとしたはずが別の方向にずれるんですよね。やはり不器用なのかもしれません。デカールの貼り付けが終わったら1日待って透明部分を剥がします。マスキングテープを軽くくっつけて剥がせば一緒にデカールの透明部分も剥がれてくれます。透明部分がないので発色も綺麗ですね。最後にデカールの方と研ぎ出しのためのクリアを塗っていきます。デカールを傷めないために1回目はさっと砂拭き、その後2回は厚めにクリアを拭いていきます。次は研ぎ出しを行っていきます。まずは2000番相当のバランサーグレーで表面の微細な凹凸を削っていきます。光沢がなくなってしまいますが、この後コンパウンドで磨いていくので問題はありません。こんな感じに全体的にマットになれば OK です。もし周囲の景色を反射している部分があったら磨き残しですので、全体をしっかりヤスリがけしていきましょう。次はタミヤのコンパウンド細めで研ぎ出しを行っていきます。アルティマ AT を使ってしっかりと磨き上げていきましょう。タミヤのコンパウンドは粗め、細め、仕上げめとあるのですが、今回利用するのは細めだけです。そして動画で見ているとバフの毛が飛び散っていますね。今回は撮影だけ卓上でやって残りは塗装ブースでやったのですが、新しいバフは毛が飛び散りやすいので注意が必要です。後片付けが大変でした。コンパウンド細めの磨きが終わりました。コンパウンド前と比べるとこんな感じ。この調子でもっと細かいコンパウンドで磨いていきます。次は長谷川のセラミックコンパウンドで磨き上げていきます。こちらもアルティマ AT を使って一気に作業していきましょう。電動工具は手が疲れなくていいですね。磨き終わりました。めっちゃいい光沢になっています。傷もなさそうですし、無事研ぎ出し成功です。では水性塗料の下出るからリードベルチャーを使ってモールドなどを塗っていきます。こんな感じで思い切って塗ってしまいましょう。そしてコンビニで売っていたギャッツビーのフェイスペーパーで拭くと簡単に拭き取ることができます。研ぎ出しをした後だとはみ出た塗料が拭き取りやすいですね。他の部分も同じ方法で部分塗装をしていきます。すべてのパーツの部分塗装が終わりました。先ほどのようなモールドの他には肩のシールド部分をエアブラシを使って塗装しています。こちらもマスキングすることなく簡単に塗り分けることができました。塗料の種類を使い分けることで色だけでなく質感も簡単に表現できるのがこの方法の良いところです。ではメタルパーツを埋め込んでいきます。塗装した後だと埋め込むための穴のサイズが変わってしまうこともあるのですが、今回は追加でドリルを使うことなくしっかりとはまってくれました。では仕上げ作業です。長谷川のコーティングポリマーでツヤ出しをしていきましょう。最後にこれを使っておけばツヤも出るしホコリもつきづらくなるしで一石二鳥です。スーパーポリッシングクロスに数滴ポリマーをつけたら丁寧に塗り込んでいきます。力は入れずに丹念に作業していきましょう。知らず知らずのうちに光沢が整ってきます。それでは最後の組み立てに入っていきましょう。今回はいろんなアクシデントが発生してとてもいい経験になりました。失敗はしないに越したことはないんですが、
経験値は増えたので結果オーライです。なんだかんだいい感じにできてほっとしています。さて、いよいよ完成です。今回の動画もご覧いただきありがとうございました。動画の感想などございましたら、ぜひぜひコメントしていただけますと幸いです。それでは完成動画をご覧ください。